はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは神羅明神という内容についてお話を進めていきたいと思います。前回の続きでもあるんですけども、今日はこの白木明神という内容について深掘りをしながらお話を進めていきたいと思います。日本の神様、それから仏様というとですね、かなり複雑極まりないそういったこの内容になってきます。やはり日本という国はいろんな神様を受け入れているがゆえに、神仏がですね集合している、合わさっているというようなことが各地にあるわけです。そういう意味でもこの神様仏様というものを分析するためにはですね、本当にいろんな角度から考察していかなければならないと。で、特にその渡来のですね、大陸や半島から当たってきたその神様も含めているとなるとですね、かなり複雑極まりない、そういった経路で今日に至っているというふうに今考えられるのではないかというふうに思います。で、今日は地正大師円珍ですね、は何を見、そして何を祀ったのか。前回ちょっとお話ししましたけども、唐に渡った円珍が帰国の際において船の中で出会ったその神というものがこの神羅明神、白木明神であったと言っているわけですね。ではこの白木明神はどういった神様なのかについてお話を進めていきたいと思います。前々回もそうですけども、チャンボゴというその新羅末期の貿易王、海の神とも、ヘシンとですね、いうドラマがあったように、そういったこの海の神とも言われる、チャンボゴなんですけども、このチャンボゴに、関係する、日本の、歴史上の人物として、円仁が挙げられます。で、前回もお話ししましたけども、円仁は唐にわたってその記録を残す中において、このチャンボゴについての記録を残しているわけです。今日は円仁ではなくて、円珍に焦点を当ててお話を進めていきたいと思うんですけども、円珍も同様に天台宗なんですけども、この自問派ということで、彼が死後、その派閥が分かれてくるわけなんですね。円珍も同じように、帰国の際において、神羅明神、白木明神に出会ったというようなところで記録が残っているわけです。円珍が帰国に際して出会ったその神のお告げというんですか、啓示によるとですね、この三井寺の演技、恩常寺龍華演技という1662年に書かれたものと言われている中にこのように載っているわけです。それは2つポイントがありまして、1つは経典や法具というものを三井寺、今の恩常寺、三井寺ですね、近江の国の地に残すようにというような内容であったわけですね。で、もう一つは、私を祀りなさいと、その仏像を作って、そしてその祀りなさいということにおいて、彼はこの2つを約束を違えないようにして、実行していったわけというわけです。先ほどはこの円珍とこの神との約束事について2つの内容について整理してお話ししましたけども、これからですね、それをもとにこの3つ焦点に絞りながら解説をしていきたいと思います。1つは恩常寺三井寺についてです。それからこの近所にあるここからですね、この三井寺から500メートルぐらいのところにある神羅禅心堂についてお話をします。この神羅禅心堂というのは神羅明神像が祀ってあるというところでまずお話をして、最後に神羅明神像についてお話を進めていきたいと思います。ではまずはじめにこの恩常寺三井寺の再建についてお話をしていきたいと思うんですけども、三井寺が今このようになったその中において、
今はですね、総本山の寺院としてなっておりますけども、もともとの開祖が、この大友皇子ですね、人心の難によって、天武天皇によって敗れて、25歳で若さで亡くなった悲劇の王子と言われる人が祀られているんだとも言われています。与太の大君によって、この大友皇子が祀られていくんですけども、それと同時にですね、天智天皇の怨霊を鎮めるためだとも言われてもいます。しかしながら、それ以前には、大友の優氏、こちらですね、大友優氏の、氏寺ではなかったかとも言われています。で、この周辺、今地図上にありますけども、この地図上の周辺は、近江の国、要するに、渡来人の遺物がたくさん出土していると。例えば、オンドルのそういったこの跡がですね、残っていたりとか、いろんな遺物が出てきているというところから考えると、ここは渡来人が定着した勢力があったところであるというふうに言われています。それでは、2つ目として、神羅禅神道についてお話を進めていきたいと思います。ここは先ほど、三井寺、こちらですね、をお話ししましたけども、この位置からだいたい500メートル北にいたところにあるということなんですね。このからちょっと離れてはいるんですけども、実際にこの三井寺の中の北院であるというふうに言われています。北と中と中院、それから南院というふうには分かれてはいるんですけども、この北院、要するに神羅禅神道は何か策があったりとか目立つようなところにあるんではなくて、ひっそりとですね、非常にこの目立たないところにあるとも言われています。もともとはこの新羅の神社ではなかったかとも言われてはいるんですけども、国宝に指定されているというところではあります。で、この新羅の禅神堂ですね、もともとは新羅の神社、そして、こういったこの渡来人が祀っていたご神体自体がですね、山とか、それから森の中にあったんではないかとも言われています。そしてなんと、源義満がこちらでこの元服して、神羅三郎義満というふうに名前を付けたこの地でもあるといいますね。それについては後々お話をします。それでは3つ目としまして、白木明神像ですね。神羅明神像についてお話を進めていきます。で、この像ですね、こちらにちょっと写真が載っていますけれども、これは秘仏として、公開はされてはいません。何十年に一度ですね、公開されるということなんですけれども、こういったこの秘仏としてなぜ公開しないのか、それから、ある説によると、たたりがあったとも言われてはいます。いろんな理由があるとは思うんですけども、それがどうしてなのかということはまだ分かってはいません。で、この秘仏なんですけども、この像ですね、白塗りの顔であると。白いこの顔で、そして垂れ下がった目尻をしていて、高い鼻がですね、高いというようなところで、非常にこの、特徴的な顔立ちをしているというところですよね。何かこの人を裁くようなそういった表情ではないかとも言われてはいるわけですね。で、私はこの、写真を見ながら思ったのは、非常にその韓国にいながら、お年寄りがこの若者にですね、何か説教したりとか話をするときの、その表情に非常に似ているなというところを感じたこともありました。非常にこの韓国のお年寄りというのはこの厳しくですね、表情がとてもこの厳しいような表情をしながら語りかけてくるというところがありますね。それから面白いのはこの帽子なんですけども、韓国語でチョンジャカンというですね、貴族が被る帽子、この当時は多分統一新羅だと思うんですけども、新羅の高官とか貴族が被っていた帽子に近いのではないかとも言われています。
先ほど、親鸞禅心堂において、源義満がこの元服をしたと。その時に白木三郎義満という名前を付けたという話をしました。源氏の家系を見ると、清和天皇から親戚交換して、頼信、河内の源氏の祖として頼信から始まって、頼吉、陸奥の国司に任命されると。で、御三年の役において活躍したのが義家なんですけども、彼は八幡太郎という名前を付け、それから鴨次郎として義経が次男ですね、登場し、そして三男として、先ほどの義満ですね、白木三郎義満がここにおいて、現れるということなんですけども、彼らはこういった御三年の役を、活躍しながら源氏のその一つの力をつける出発点となっていくわけなんですけども、特にこの白木三郎義満ですね、義満から出るのが武田信玄であるというところで、非常にこの武家の伝統というものを確立したそういった家系としてよく知られるようになっていくわけです。武家の守護神として祀って至るのがもしかしたらこの白木明神ではないかとも言われているわけですね。ですからこの侍ですね、武士の一つの信奉される神の一つとしてこの白木明神が数えられるとも言われます。それでは白木明神の性質をまずこの神、そして仏というものに焦点を当てて、深掘りをしていきたいと思うんですけども、まず特徴として挙げられるのは、この仏法を守護するというふうに約束したということなんですよね。ということは、この仏というものに、仏教にかなり加担しているということで、この仏法を守護する神の性質を、この御法神とか御法善神と言ったりするというんですね。そうすると、これは、この仏教に、保護する、そういう神としての性質ということから、神仏集合というものが、まず考えることができるわけです。日本の冒頭でもお話したように、日本の神様というのは、こういった集合を繰り返しながら、民衆に受け入れられていったという歴史がありますので、かなり複雑な経緯をたどっているということなんです。では、この神仏集合とは何かと言いますと、本自衰弱というものがあります。これは本来の神様の信仰していたところから日本に来て、日本の神様の姿となってこの民衆を救っていくというような考え方なんですね。ですから、親鸞明神もこういった神仏集合、それから本自衰弱というこの性質を持っているというところが考えられます。代表的なのはこの神宮寺とか、神宮寺のこの例として、宇佐神宮、八幡様というのがこの代表的なんですけども、こういった性質をまず持っているということが挙げられます。それから、親鸞禅心堂のところでお話ししましたけども、この親鸞禅心堂の前身が、その元々のこの姿が祖神病、祖神病ですね。要するに、白木の渡来人のこの病であったんではないかという先祖の祀る、そういったこの神社ではなかったかということなわけです。そういったところから、これは渡来系の神様というところで、こういった性質をまず抑えながら、次の内容に移っていきたいと思うんですけども、2つのですね、ちょっと私が本を読みながら引用したものが紹介していきたいと思います。その第1番目の引用の書籍は、大和巌さんの果たしの研究の中にありました。これは要するに弥勒信仰の影響なんだというところなんですね。
で、この本では、エンジンが唐からの帰る、その船の中で現れたのが、弥勒菩薩であったと。これはこの弥勒の世が来るまで、エンジンのために仏法を守ると約束したというところから、この書籍では、親鸞明神というのはですね、弥勒菩薩なんだと。弥勒と白木明神は一体であるというようなところで指摘しています。弥勒とは何かということなんですけども、これはマイトレイヤ、本来マイトレイヤやミトラという発音を音写したものがこの漢字として弥勒になっているわけですね。で、弥勒菩薩、弥勒とは、これを辞書的に言うとですね、兜率天に住んでいて、釈迦の入滅後の56億7000万年後に、この世に下生して、降りてきてですね、衆生、一般の人を救うというようなことで、解説が載っています。要するに、この末法の時代に、末法の時に、こういった衆生を救う、そういった仏様だと、そういった菩薩であるというふうに捉えていいと思います。次に挙げる書籍の内容は田村園長さんという方が指摘したものなんですけども、これを新羅の支度仏教という内容です。仏教が伝来したというと、これは百済から公伝されたと私たちはよく知っています。でこの公伝によって仏教が入ってきたんだというんですけども、それ以外に新羅からの仏教は支度仏教だったと。要するに在家者を中心として、徐々にこの信仰が一つ体に伝わっていった仏教がこの新羅の仏教だったというんですね。公伝による百済の仏教というのは国同士のやり取りによって入ってきたがゆえに、大和政権に入り、それが貴族を中心として広まっていったわけなんですけども、この新羅の仏教というのは在家者を中心として入っていたと。でどうして伝わりやすかったかというと、弥勒信仰、要するに、こういった民衆に受け入れやすい、そういう仏教であったがべに、広まっていったというわけですね。こちらの写真は、新羅のこの弥勒半跏子遺像ですけども、広隆寺の半跏子遺像と非常に似ているものとして有名です。それでは先ほどの2つの指摘の内容から総合して考えてみたいと思うんですけども、新羅の神仏、そして道教の集合ということについてお話を進めていきたいんですね。で、この新羅の仏教の性質として先ほど指摘したこの弥勒信仰です。弥勒菩薩というものが代表的に挙げられたと言ったんですけども、具体的には新羅の弥勒信仰とは何かというと、大師信仰であるというんですね。で、この大師というですね、子供という太い字ですけども、これはですね、要するに若い青年男子がこの弥勒の化身として信じられるようになったというところから、このファランというですね、花のロウって書いていますけども、韓国でファランと言います。家老ですね、ファランという道、ファラン道が盛んに行われていったというわけです。で、これは、弥勒菩薩の化身であるというところから、仏教ではあるんですけども、非常にこの民間的な信仰と集合していくと、特にこの道教ですね、道教とも集合しながら、自然の中で修行していくというところなんですね。でそうすると、こういった背景をまず考えるときにですね、先ほど義満が元服したという、侍のこの武士に、非常にもてはやされた、この信奉されたこの白木明神ということから考えると、非常にこの波乱道と通じるものがあるんではないかと思ったりします。それから大友皇子を祀るというところもですね、この25歳で若くして亡くなった、そういった皇子を祀るというところから考えてもですね、やはり大師信仰、若いその青年男子の化身というところにつながっていくんではないかというふうに思ったりもします。
それではエンチンが唐の、留学から帰国する際において船の中で出会った神様をまた整理していきたいと思うんですけども、先ほど指摘したようにこの弥勒菩薩、弥勒の性質があったということを指摘しました。でこれは本寺衰弱や神仏集合などによって日本においては白木明神として民衆に定着していくわけなんですけども、それと同時に武士の守護神としての役割として定着しながら、かつ仏法を守護する護法神としての役割を持ちてきたわけですね。こういった白木明神がこの歴史において様々なこの神として集合しながら民衆にこの受け入れられていくというところなわけなんですけども、やはり新羅、そして日本というこの地理的な状況から考えると、海ですね、海との関係もやっぱり抜きにすることはできないというところからチャンボ号ですね。その当時、活躍したチャンボ号が、ここにおいて、注目されるわけなんですけども、この三品明秀さんのですね、日仙神話伝説の研究から、少しこのヒントを得たんですけども、この方は、この和田摘というですね、日本や新羅においては、この民間伝承があったというところで、豊玉美目やその竜宮城などですね、そういった日本の伝承や、それから即丹霊というですね、ここに新羅の王様の出自がですね、竜城という、竜の城と書いていますけれども、これは海の中にあったというわけなんですね。そういったところから、この海の道と書いていますけれども、和田摘信仰があったというところなんですね。こういったところも考え合わすと、チャンボ号というのが、和田摘信仰のそういうところにおいて、海上の神様、海の神というふうなところになって、そこから白木明神と重ね合わさった、そういった背景もあったんではないかというふうに思ったりします。今日はこの円珍がこの出会った神、白木明神とはどういった神様だったのかについてお話をいたしました。今日は長い間ご視聴いただきましてありがとうございます。ファナのチャンネルでは韓国朝鮮の歴史や文化について解説をしたり、それから現地の観光を配信したりしております。ファナのチャンネルでは勉強会なども行っております。そして日韓文化交流のためのコミュニティのメンバーシップも現在募集しております。チャンネル登録をしていただいて一緒に研究をしながら勉強を進めていければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。